みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日はどこにみんなを連れて行っちゃうかっていうと、そう、アフリカ大陸の南の端っこ、南アフリカ共和国なのだ。南アフリカには、みんなが聞いて驚く、とっても面白い豆知識があるのだ。実は、なんと、首都が3つもあるのだ。政治を行う首都、法律を作る首都、裁判をする首都って、役割ごとに全部別の町にあるらしいのだ。面白いのだ。今日はそんな南アフリカから、ずんだもんがとっておきのニュースを3つも紹介しちゃうのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュース。ウルワース、外食レストランアワード、なのだ。南アフリカの食の世界が大盛り上がり、ケープタウンで豪華なレストランアワードが開催されたのだ。トップシェフたちが集まって食の素晴らしさをたたえ合った熱い夜だったのだ。厳しい審査を勝ち抜いてレストランオブザイヤーにはサルシファイアットザラウンドハウスシェフオブザイヤーにはサリビングルームのヨハネス・ビヒター氏が選ばれたのだ。さらに環境に優しい取り組みが評価されたグリーンスターアワードや未来を担うライジングスターアワードなんかもあって、とっても感動的なイベントだったのだ。南アフリカの料理がどれだけすごいか、これを見ればバッチリわかるのだ。ね、すごいでしょ。ずんだもんの動画が面白いなって思ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。さあ、みんな、南アフリカの魅力あふれるニュースをずんだもんと一緒に見ていくのだ。南アフリカはアフリカ大陸の最南端に位置する豊かな自然と多様な文化が息づく国なのだ。行政首都はプレトリア、立法首都はケープタウン、ホーストはブルームフォンテーンと3つの首都を持つ珍しい国でもあるのだ。かつてはアパルトヘイトという人種隔離政策があったけれど、ネルソン・マンデラ氏らの努力で克服し、現在は多民族が共存する民主主義国家として虹の国と呼ばれているのだ。人口はおよそ6000万人で、実に多くの言語が話されているのだよ。経済は金やダイヤモンドといった豊富な鉱物資源に支えられ、農業や観光業も盛んなのだ。壮大な景色のテーブルマウンテンや野生動物が息づくクルーガー国立公園は世界中から注目されているのだ。最近では経済格差の是正や環境保護への取り組みが課題となっているけれど、ラグビーやサッカーなどのスポーツも盛んで、国民の情熱を感じられる国なのだ。何度でも訪れたくなる魅力がたくさん詰まっているのだ。一つ目のニュースなのだ。ウルワース外食レストランアワードという記事なのだ。南アフリカの料理界が誇る2025年イートアウトウールワースズレストランアワードがケープタウンで盛大に開催されたのだ。トップシェフや関係者が集まり、食の卓越性をたたえる素晴らしい夜だったのだ。今年はより厳格で透明性の高い審査プロセスが導入されたのだ。8ヶ月間匿名の審査員がショートリストとされたレストランを何度も訪れ、料理からサービスまで徹底的に評価したのだ。1つ星から3つ星までの評価でとても厳しい基準なのだ。そして栄えあるレストランオブザイヤーはサルシファイアットザラウンドハウスが受賞したのだ。歴史ある立地と地元食材を生かした素晴らしいストーリーテリングが評価されたのだ。シェフオブザイヤーにはサリビングルームのヨハネス・ビヒター氏が選ばれたのだ。地元への深い敬意と持続可能な実践を融合させた革新的な料理が評価されたのだ。さらにグリーンスターアワードモザリビングルームが受賞。地元の有機農産物を使い、エネルギー効率にも配慮した環境に優しい取り組みが認められたのだ。ライジングスターアワードはサテスとキッチンフレッチリングズの姉さんクラーク氏が受賞したのだ。彼の情熱と努力が
南アフリカの食の未来を明るくすると期待されているのだ。他にも南アフリカの食文化を牽引する素晴らしいシェフやレストランが多数表彰された感動的なイベントだったのだ。2つ目のニュースなのだ。編集部へのご意見と苦情という記事なのだ。みんなニュース24のコンテンツについて何か意見や苦情があるときはどうしたらいいか知ってるのだ。ニュース24にはベテラン記者のジョージ・クラースセン教授がパブリックエディターを務めているのだ。教授は2011年から国際的なニュースオンブズマン組織の理事もしているすごい人なのだ。ニュース24の編集内容に関する苦情や質問、提案はジョージ・クラーセンメディア24コムにメールするか021-851-3232に電話して伝えるのだ。具体的な例を教えてくれるともっと助かるのだ。それから技術的な問題や購読に関する質問はサブスアットニュース24コムコメントに関する質問はコメンツアットニュース24コムへ送るのだ。みんなの声はとっても大事なのだ。ぜひ協力してほしいのだ。3つ目のニュースなのだ。スキーンハイゼンラマポーザ大統領に DA 閣僚のウィリーアウカンプ氏への交代を要請という記事なのだ。DA 党首のジョン・スキーンハイゼンさんがラマポーザ大統領に環境、林業、漁業大臣のディオン・ジョージさんを交代させてトースコークスマンのウィリー・オーキャンプさんを大臣にするようお願いしたのだ。ジョージさんは2024年の選挙で統一政府の大臣になったばかりなのだけど、党内からは実績が足りないっていう不満が出ていたらしいのだ。スキーンハイゼンさんは貿易、産業、競争担当副大臣にも DA 議員のアレックス・アブラハムさんを推薦しているのだ。この変更案は DA の幹部会議で最終決定されたそうだけど、ジョージ大臣本人は辞める気はないし、内閣改造の話も知らないって言っているのだ。スキーンハイゼンさんやオーキャンプさんはコメントを避けているのだ。でも大統領報道官さんはラマポーザ大統領とスキーンハイゼンさんが DA の閣僚人事について話し合っていることを認めたのだ。最終的な発表は大統領が準備できたらされる予定なのだ。どうなるかずんだもんはちょっと気になるのだ。南アフリカは豊かな自然と文化、そして多様な人々が織りなす虹の国なのだ。食の祭典で盛り上がり、メディアの透明性を重んじ、政治も活発に動いているのだ。課題もあるけれど、そのダイナミックな変化と情熱に満ちた魅力は尽きないのだ。これからがますます楽しみなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。